こんにちは、ゆうかです。3月3日、乙女座で起こる満月の情報をお届けします。はい、いよいよ3月ですけど、今回はなぜ私たちは背負ってしまうんだろうというタイトルで、のお話をしていこうと思います。3月になったんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本だともう春めいてきてるのかな。結構さ、春っぽくなるのってもう3月中旬ぐらいから春っぽくなってきますよね。やっぱりね、日本の桜とかね、私もすごい見たいなっていう気持ちがありますね。ちょうど3月中旬あたりっていうのが私すごく好きで、いろんなお花とかさ、植物とかがこう出てくるというか、こう開いてきて、本当に春だなっていう感じがしますよね。でこの季節が私は一番好きかなと思うような季節なんですけど、今回もねまた面白い配置だなって思うんですけど、11ハウスの乙女座の月に対してドラゴンテイルっていうのがコンジャンクションっていう、近い配置なんですね。そして乙女座の月が、13度で読むんですけど、13度っていうのはまた私がいつも言うそのカリスマ的な数字っていうすごいシャープな数字で、11ハウスはこうコミュニティとか仲間とかグループ SNS とか SNS ですねとか未来とかね、そういうような場所で、乙女座は整えるとか改善する、助ける、気づきすぎるとかもっとよくできるとか、そういうような星座なんですけれども、テールドラゴンテールとこうコンジャンクションということで、やり慣れた過去の動き方、カルマ的な行動っていうのをこう見直していくっていうことでもあるんですね。でこれで私がはって思ったっていうか、個人レベルではさ、私すごくいろいろ考えさせられることがたくさんあるんだけれども、その結構なんて言うんでしょうね、日本社会っていうのはこう、例えばすっごい単純に言うと、安いお給料でも頑張って働いてしまう私たちっていうか、なんて言うんでしょう、そういうのがもう美徳っていうふうに教わってきてて、あとそこで文句を言ったらいけないとか、輪を崩しちゃいけないっていう感じで、周りの期待に応えて自分が損をしてもこう周りの期待に応えたりとかしていたようなことっていうのが結構シャープにその線引きっていうのをしなくちゃいけないっていうか、もちろん愛って言ったらあれなんだけど、みんなのためにやりたいけど、でもこれ以上はちょっとできないなっていうのがどこが線引きなのかっていうことをすっごく考えさせられるような満月なんですよね。例えばだけどさ、今まで8,000円で日給働いてたとして、今ってドルいくらぐらいですかね。155円とかそれくらいですかね。とすると、価値がもう1200円ぐらいですよね。1200円じゃごめん、1万2000円ぐらいですよね。そうすると今まで8,000円でやってた部分っていうのが1万2,000円もらえないとはっきり言ってやれないわけですよ。だけど我慢強かったりとか文句を言わないのが大人っていうふうに教わってきたりだとか、やっぱり値上げは申し訳ない、私もそうなんだけどね、値上げは申し訳ないなと思っちゃったりだとか、そういう空気の方が強くて値上げできないっていうか、国全体がもう値上げできない、だから本当は全然足りてないのに、その状況でもうみんなが集合意識っていうので続けていっちゃうっていう感じで、トルコでさ、夫がトルコ人だからトルコに住んでて、でお金の紙幣価値が変わるのがトルコでは当たり前だから、どんどんこう値段がどんどん変わるんだけど、それを見てた時にやっぱり日本人ってその我慢
めちゃくちゃするんだなっていうことにすごい気がついたんですけど、本当はその対価では本当は働けないから、すごいこう簡単に自己犠牲になっちゃうんですよね。例えばその価値を上げられない心理っていうのは、例えば嫌われたくないとか、価値を否定されたくないとか、私はこれくらいでいいとか、その自己価値がもともと低いとかね。でもうさ、結構現実的に無理が来ちゃってるっていうか、政府とか社会的に。だからもうそういうのがどん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 価値を上げ始めているっていうような状況があるけれども、でも私たちはまだ罪悪感を持っている。でも本当はさ、もうそれは私たちが働くの、一日大人が働くとしたら、普通の単純な仕事でも1万2,000円ぐらいはもう絶対必要であるっていう感じですよね。でそんな感じでもう犠牲にはなれないっていう状況であるっていうことが、みんなが気がつき始めるような言っちゃえばそういうような満月っていう感じなんですけど、でもなんで私たちってそういうふうに我慢しちゃうっていうかだろうっていうと、なんかやっぱりさ、条件付けの愛っていう状況だったっていうか、その学校とか、両親との関係性とかがすごくそのままの自分を認められなかった経験があるじゃないですか。だからちゃんとされないと愛されなかったりだとか、役に立たないと、価値がなかったりだとか、空気を読める人でいないといけないっていう風なことがあって、それでもう周りがそう期待してるんだったらそうしようっていう風になんか反応しちゃうっていうんですかね。それで耐えた方がいいんだったらもう耐えようっていう風に反応しちゃうみたいな。でも本当は足りないんですよね。その個人レベルで言ったらお金はもう全然足りないから、だからそっちの軸にも戻していく必要性があるっていうことなんですね。でこれはもうそういうことをね全然気にしないで自分の軸でいけるっていう方も多いと思うんだけど、多分集合意識的にやっぱり周りの期待に応えるっていうのが意識ベースになってるっていう人が、多分大半であるっていうのと、あとすごくなんていうんだろうな、やっぱり私たちって侍のカルチャーっていう感じで、周りの人の気を感じて生きるっていうことがすごくやっぱり長けてるから。でこの5ハウスの魚座っていうのでね、太陽とかいっぱい星が入ってるわけなんですけど、その境界線が曖昧になる、人の期待が基本的にみんな分かるっていう、分からない人もいると思うんだけど、でも人が期待してることを読むのが基本的にはうまいから、だから自分の意思っていうよりも人の期待を読んでその通りに動くっていう風になっちゃってるっていう感じなんだけど、でもなんかこれ以上やると自己犠牲になるぞとか、本当に助けてあげたいけどなんかしわ寄せが分かるっていうのかな、自分の中でこれ以上やったらすっごく危険だぞっていうそのボーダーラインが見えるようになってくる。だからもう今までだったら全然自己犠牲になってやってあげちゃったっていうか、ちょっと後輩の面倒見たりだとか、会社のみんなの期待に応えたり、あと家族の期待に応えたり、お父さんとお母さんのねお子さんだったら期待に応えて、頑張って勉強したりだとか、なんかそういうのをしてたものがなんかすっごい辛いなっていう感じが出てくるっていうか、もちろん答えてあげたいけど現実的に無理だな、なんかすごくストレスになるなとか、イライラするなとか、これ以上はできないなっていう感じの感覚がすっごく出てくるような満月かなと思うんですね。だからこの場合はもうシャープになんかこれ以上はやらないっていう風に決めてった方がいいかなと思うんだけど、私もすごい個人レベルで言うと
私は乙女座なんですっごい私実はすごく繊細にも気がつくんですよ。人のがどうしてほしいのか、何をやってもらえるのか、もらいたいのか、どうしたら助けられるのかとか、ものすごい繊細なレベルで実は気づいて、でいろいろこう手を差し伸べて助けてあげることが結構実はできるタイプなんですよ。だからほっとくとやっちゃうタイプなんだけど、もしもこう受け取ってくれる側の人がこうそれに気がつかなかったとすると、私がすごい疲弊しちゃうタイプなんですね。それが分かってお互い循環できたらもちろん全然それは OK っていうか関係性として OK なんだけど、相手がちょっと分からなかったりとかすると、あれって感じでこう循環が悪くなっちゃうみたいなタイプで、だからすごくこの今回の満月のテーマって私の個人レベルでもすごく気をつけたいなと思うところなんだけれども、すごくこう純粋に助けてあげたいし愛はあるんだけれども、これ以上やっちゃうと自分の生活とかの支障になっちゃうかなとか、ちょっと絶対疲れちゃうかなっていうところまでは、手を出さないとか、そういうこうボーダーっていうのをやっぱりシャープに気をつけていかなくちゃいけない、そういう満月かなって思いますね。でこの辺のテーマが一番大きいところかなと思うので、ぜひ今回の満月はそのテーマに沿ってちょっと自己観察をしていただいて、これはもう個人レベルでもそうだし、あと大きな集合意識レベルでもですよね。日本人がやっぱりすごく期待に応えて自己犠牲になってやりすぎていたっていう部分っていうのがなんかもうできないっていう風に集合レベル的になってくるんじゃないかなと思うので、その辺をちょっと個人レベルでも観察していただいて、そしてやめれるところからやめていただいて、ただもちろん助けてあげたいとかそういう風に気づいてやってあげたいって本当に思うのであれば、もちろんそれは素晴らしいことだと思うんですよ。素晴らしいことだし、それは徳を積むっていうお話ありますけど、その徳を積むっていうことだと思うんだけれども、でも自己犠牲になるボーダーを超えてしまうと、それもカルマになる。カルマって言葉わかるかな。そのマイナスなものになってしまうから、だからそのラインがどこなのかなっていうことをちょっと丁寧にね見つめ直してほしいかなと思うような満月になっています。はい、では、ありがとうございました。で3月3日の配信はここまでにします。今月はね春分とかもあって、また新月とかもあるんですけれども、なるべくねちょっとその辺もちょっと配信できたらなと思うんですが、次回も配信をお楽しみに。ゆうかでした。